こんばんは。今日もサブちゃん撮っていきます。私今月はサブちゃんを最低でも週2回か3回は上げようと思っているので、そのつもりでいっぱい撮影して編集します。今日のサブチャンネルでは私の最近のことについて話そうと思っていて、最近心にねずっとモヤモヤがあったんですよ。でそのモヤモヤが何なのか分かんないままその一日を過ごしてて、もう本当にどうすればいいんだろうって思ってて、それが何なのかはちょっとまだね動画ではお伝えできないし、今後もするかわかんないけど、今のところ話すつもりはなくて、でもその悩みがあったんですよ。その日仕事とかもしてたんだけど、仕事をしててもやっぱそのモヤモヤは解消できなくて、で仕事が終わった後もどうしようかなってずっと考えてて、ずっと家にこもって考えるだけじゃ悩みを解決しなかったんですよね。その時思い出したのが、あもちゃんっていうモデルさん、インフルエンサーの方、わかる方はわかるかな。あもちゃんっていうそのモデルさんの方がいて、自分で洋服のブランドとか立ち上げてる方がいるんですけど、その方がめっちゃ好きだったんですよ。中高生ぐらいの時、なんかその世界観とかがすっごい可愛い方で、その時あもちゃんが書いてたブログとかをめっちゃ読んでたなって思い出して、自分のインスタのアカウントは自分のアカウントとその好きな人たちをフォローするアカウントが別にまたあるんですけど、そこであもちゃんのことフォローしてて、 YouTube もやってるのでチャンネル登録もしてて、で一時期あまり更新してなかったんだけど、最近また更新し始めてくれてて、また見てみようと思って見たら、その時の動画が Q&A の動画で、何か悩みがあった時は本屋さんに行くっていうことを話してたんですよ。で私それでハッとして、私も去年まではそうだったなって思ったんですよ。最近の私は心に余裕がなさすぎて、時間はもう追い詰められてるとかそういう感じではないけど、なんか心に余裕がなかったんですよ。悩んだ時は本屋さんに行くっていうのを思い出して、あれ本屋さんだったか図書館だったかな、本を読むってことです。私も数年前は図書館に通ってた時期があったんですよ。今の会社の前の会社で働いてる時にちょっと歩いたところに図書館があって、そこに週1は仕事終わりに行ってたりして、あとは休日にたまに行ったりとかもしてて、そこで本借りてお家で読んでっていうのもやってたなって、懐かしいなって思って、最近ね本屋さんには一応行く機会はあったんですけど、そんなに本を読むってことをやってなかったんですよ。だからもうこのタイミングで心にモヤモヤもあったから本屋さんに行って、私のこのモヤモヤの原因を突き詰めたいって思って、いろいろ読んでたら解決したっていうか、気持ちがめちゃくちゃ楽になったんですよ。だから私だけの考え方じゃなくて、本に書かれてる別の考え方とか、そういうのを自分から解決しに行くっていうのはすごい大事なことだなって思って、これをまたサブちゃんで話そうってずっと考えてたんです。でその話はもう終わりで、これね韓国で買った本なんですよ。去年韓国に行った時に買った本で、本っていうかノートか、めっちゃ可愛くて表紙の色とかも好きだから、ずっと使い道どうしようかなって考えてて、で使い道が決まるまではインテリアとして使ってたんですよ。キャンドルホルダーなんだけど、オリジナルの香水をこうやって入れて、こんな感じでずっと後ろにある台に置いてたんです。もうそろそろねこのノートも使わなきゃと思ったので、今日やっと開けてみます。かわいい。ミルクティーのような色が好きで一目惚れ。中がどんな風になってるのか分かんなかったけど、中は白紙ですね。白紙だからめっちゃ書きやすそう。裏表紙は楽譜になってる。おしゃれ。本のしおりの紐も入ってる。早速ね今日から書きます。私いつもノート書くときは一番最初のページはなんとなく書いてないんですよ。で2ページ目から書くようにしてます。何書こうかなって迷ってて、最近ダイソー購入品っていう動画で紹介したこのシールとかもあったので、今ノートを書くモチベーションがめっちゃ高くなってて、モチベーションが高いうちにノート作りします。7月が始まったばかりだから、7月にやりたいこと書くのもいいなって思ったんですよ。去年とかやってましたよね。なんかスケジュール帳エコーとは別に7月にその今月やりたいこととか今月の目標とかを書いてた気がするけど、いつの間にかなくなっちゃってましたね。
それをまた再開するのもいいなと思ったし、ノートを一番最初に使う時ってどんなことを書こうかっていうのをねすごく悩むんですよ。今カメラを切ってどういうノートにしようかなって考えて決まりました。今月やりたいことノートにしようと思います。1月にね、うわめっちゃいっぱいある。夏っていうことでのシールも使いたいな。まずはこれ。私的にシートシールは透明の袋に入ったままだとなんか使いづらいんですよ。だからもう一回使ったらこうやって全部袋から出しちゃってます。それでこういったファイルにもう入れて次使う時に使いやすくしてます。記念すべき1ページに貼る。何かシールを選ぶときにこうやって小分けにしてシールごとに分けておくとめっちゃ選びやすくなるんですよ。でもう1個買ってもいいくらい。カットして真ん中を切る。真ん中っていうかこの端の方に。でここにトゥードゥを書くのでどうしようかな。かわいいペン使おう。ちょっと大きめのシールも貼ります。ちょうどいいところに扇風機のシールがあったのでこっちに貼ろうかな。このメモは付箋になってるのでいつでも剥がせるからとりあえずここに貼っておく。こっちでもいいかな。皆さんはこの夏やりたいこととかありますか？私は夏らしいことしたいな。スイカを食べたいとかでもいいと思うし、今年の夏はね扇風機を買ってもいいかなって思ったりもしたんですけど、どうなんだろう。とりあえず今はエアコンで間に合ってるから大丈夫かな。でも部屋にサーキュレーター置くだけでも全然違うんだなっていうのはサーキュレーターを実際使ってみて分かりました。扇風機とはまた違うんですよね。空気の循環をしてくれるんだけどエアコンをつけたままサーキュレーター使うと部屋全体がすぐに涼しくなるので今年の夏は欠かせない存在になると思う。かわいい夏のシール。どれ貼ろうか迷いますね。金魚にしようかな。この最初の手でちぎった跡があるところに貼ります。ちょうどぴったり。花火見るのもいいですね。これもう1枚買うのもありだな。大好きな空のマスキングテープ。このシールちょっと似てるけどよく見たらお花のデザインが違う感じ。交互に貼ったら可愛いだろうなと思って。紙箔とかあと文房具屋さん、ロフトとかあと東急ハンズとかで可愛いシールがあったら可愛いと思って買っちゃうんだけど、最近ねそれを使う機会があまりなくて増えていく一方だったんですよ。だからちゃんと使わないとなって思ってこのノートではたくさん使いたいです。シールが輝ける場所を作りたい。あとはこのねやりたいことを書くノートはいつもデコってるスケジュールデコのスケジュール帳みたいにたくさん見返すと思うのでこのシールで目の保養にしていきたい。かわいい。まだ途中経過だけど今のところこんな感じです。ここだけにマスキングテープ貼ったけど右側にも貼ろうかな。シンプルだし使いやすくてあるとめっちゃ可愛くなるのでこのシールおすすめです。これどこで買ったんだろう。数年前に買ったものだと思うけど、こういう小さめのシールもどんどん使っていこうと思ってこれから文字も書いていきます。今こうやってスケジュール帳デコしてると私の足元とか見えないんだけどすぐこのテーブルの下にゴミ箱を置いてシールを剥がす時に出たゴミとかはすぐここに捨てられるようにしてます。絵日記書く時はすぐゴミが捨てられる状態にして書きやすい環境にしてます。カブトムシも貼りました。夏休みみたいな
ノートのデコになりましたね。こんな感じでいいかな。ひとまずここにやりたいことをどんどん書いていく。まず7月にやりたいこと何があるかな。別にすぐ達成できることでも何でも書いていいってことにするから、まずはスイカ食べる。スイカのシールあったな。夏らしいことをする。美術館に行く。夏は外で遊ぶよりも美術館とか涼しいところに行くのが好きだったので、今年の夏もね美術館には行きたいです。別にどこの美術館とかはないけど、そうだ、キッチンの掃除、キッチンの整理って書いとこう。7月にできなかったことはまた来月のこのノートに書いたりとか、7月末とかが近くなってこのノート見返した時にやってないってなってたら、8月になる前に終わらせることを目標に7月は過ごしたいですね。右のこの上のページにはフレークシールを貼ります。夏らしいフレークシール。これもまた開けたら、さっき1マス開いたのでここに入れます。夏っぽいシールだからその方が使いやすくもなるから、こっちに貼って、今夜は飲もうっていうシールを上に貼ります。このビールのシールでもよかったんだけど、なんかこっちの方がイラストに合うかなと思ってね、ノートの雰囲気に。だから今日はこっちにします。右上には7月に気をつけることを書こう。飲みすぎない、気をつける。飲むペース、だいたい週2から3、週に2、3日。飲みすぎないって書いてるのに、このシールは今夜は飲もうって書いてる。楽しく飲む分にはいいですよね。私的に夏の食べ物はお酒が飲みたくなりますね。冬よりも夏の方がお酒飲みたいって思う瞬間が増える気がする。私が最近ハマってる食中酒っていうお酒があって、もうそれがめっちゃくちゃ美味しいんですよ。クラフトスパイスソーダっていうお酒で、これがねハマるんですよ。いつも私スーパーとかコンビニに行ったら買うお酒はだいたい決まってて、ハイボールが多かったかな。ハイボールとかとレモンサワー系が多かったんですけど、ある日スーパーに行った時に新食中酒っていうお酒が棚に置かれてて、買ってみようってなって飲んだらめっちゃ美味しくて、スパイスが好きな方とかは絶対好きだと思います。ウォッカにいろんなスパイスが入ってるんですよ。レモンピール、ジンジャー、コリアンダーなどを漬け込んだ香り爽やかなスパイススピリッツって書いてる。食事と一緒に飲むお酒何かないかなっていう方はぜひ試していただきたいです。アルコール分は 6% ですね。なので今そのイラストを描いてます。数年後にもしこのノートをね私が見たら、その時飲んでるかわかんないけど、こういうお酒ハマってたなって思い返せるしね。あとお酒の話で思い出したけど、私が前サブチャンで健康診断に行くっていうのを話してて、結果が悪ければ話さないかもしれないって言ったけど、そんなにね大きな病気とかもなかったので念のためご報告しておきます。何もねなかったです。今年酔っ払って足にね傷を負ってしまったんですよ。これあんまり動画で話してなかったことなんだけど、それが未だに治らなくて、それだけが体検査ではないけどまた1年後店に来てくださいって言ってたから、それだけかな気になるところは。飲みすぎは本当にダメだ。カップとソーサーとかカフェっぽいメモ帳を貼ったんですけど、それには理由があって、今月行きたいカフェができたんですよね。動画で撮影とかはしないと思うけど気になって、だから7月今月行きたいカフェもあるのでそれも書きます。そんなこんなで完成しました。こんな感じ。また写真とかはインスタに載せようと思ってます。これも毎月続くかな。夏らしく仕上がりました。
本日もご視聴いただきありがとうございました。